私の名前はみはる、30歳。2歳年上の夫、まさきと都内のマンションで二人暮らしをしている。私は専門学校を卒業後、憧れていたエステサロンで働いている。華やかな職種と思われるが、実際はとても忙しい。時代の流れに合わせるため、常に勉強は欠かせない。そんな仕事一筋だった私と夫が出会ったのは、とある会社関係での飲み会。私たちは地方の田舎出身ということで意気投合した。それをきっかけとして何度か食事に行くようになり、交際することになった。夫は営業職ということで会話もうまく、自由で何でも楽しめるような性格だった。どちらかというと真面目な私にはない一面に惹かれたんだと思う。交際から数年後、夫からプロポーズをされた。結婚してからも働き続けたいという私に、憧れていた仕事なんだろ？一生懸命に働いてるのも知ってる。やめてくれなんて言えるわけがないよ。一緒に協力して頑張っていこう。と、私の意思を尊重してくれたのも結婚を決めた要因の一つだった。結婚当初、夫から生活費はお互いが出し合う形にし、その他については干渉しないということを提案された。その時は自由な夫らしいなと思い、さほど深く考えず承諾した。いわゆる夫婦別財布というやつだ。その後しばらくは平穏に過ごしていた。しかし、日が経つにつれ、夫の金遣いの荒さが目立つようになった。交際していた時から、なんというか豪快な一面はあったのだが、輪をかけてひどくなったように感じる。まさき、ちょっと最近いろんなもの買ってくるけど、ちゃんと考えてる？将来子供ができた時のために貯金とかしてくれてる？大丈夫大丈夫。なんとかなるって。ちゃんと生活費も入れてるし、それにみはるも貯金してるだろ？などと言ってまともに取り合ってもらえない。さらに購入してくるのは自分のものだけではない。女性ものと思われる高級ブランドの大きな袋を持って帰ってくる日も少なくなかった。私へのプレゼントでもなければ浮気相手へのプレゼントでもない。夫は浮気などを毛嫌いしていたし、そもそも浮気相手へのプレゼントであれば私に見つかるような真似はしないだろう。プレゼントする相手は一人しかいなかった。何度も続くので小さくため息をつき、私は夫にわざとらしく聞いた。それバッグだよね。私にくれるの？そのブランド好きなんだよね。嬉しい。は？いやいや違うから。何言ってんだよ。みはるは自分で買えるだろ？怪げんそうに私に視線を向け、袋をさっと後ろに隠す。その夫の態度に少し苛立ちを感じた。わかってるわよ。それにそんな高いバッグに興味ないから。どうせ彩香さんのでしょ？頻度多すぎない？仕方ないだろ。彩香は浮気されて傷ついてるんだぞ。それに子供と二人で何かと大変だろうし。これぐらい頼まれたら兄として何とかしてやりたいじゃないか。そう。彩香とは夫の妹のこと。義妹は先日浮気をされたとのことで離婚していた。私たちの家の近くのアパートで3歳になる姪と二人暮らしをしているのだ。義妹は25歳で夫とは年が離れており、夫はそんな義妹を溺愛していた。私に向かって鼻息荒く熱弁する夫には呆れて言葉も出なかった。そんな使い道が限られた贅沢なものより、どうせなら生活の役に立つものをあげたらいいのに、と思ってしまうのは私だけだろうか。だが、こうなった夫には何を言っても無駄なのは分かっていた。これ以上責めると怒り出すか。妹にやきもちか？
なんて言われるのが目に見えていたので諦めるしかなかった。私は義妹に対して苦手意識を持っていた。なぜなら義妹は私を敵視し何かと文句をつけ見下してくるからだ。大好きな兄を取られたとでも思っていたのだろう。お姉さんって何歳だっけ？私と違っておばさんなんだから。エステでもして自分磨きしたら、それに早く子供作らないと、年齢のこともあるし。意地悪く笑う義妹に言い返したいことはたくさんあった。だが言ってしまうとさらに面倒なことになりそうだったので、苦笑いをしてやり過ごすのが賢明だと考えていた。夫も一緒になって笑っていたのには絶句した。私は義妹となるべく関わらないように距離を置くようにしていた。そんな中、夫と相談し、将来のことやお互いにとって通勤の便がいいところに引っ越そうという話が決まった。私たちは私が結婚する前から住んでいたマンションにいたのだが、お互いの勤務先からは離れていたのだ。あと、お互いの自室も将来の子供部屋も欲しいと、先のことも考えての決断だった。夫の希望はタワマンで、それだけはどうしても譲れない。それ以外は好きにしていいらしく、私に一任した。その日から、いい物件はないかと探す日々が始まった。タワマンともなると、かなりの高額になる。なかなか思ったような物件に出会えず悩んでいた時だった。以前別件でお世話になったことのある親しい不動産会社経営の方にも相談していたのだが、希望に沿った物件にキャンセルが出たとの連絡が入った。すべての要件を兼ね備えており、しかも新築。夫も大喜びだったので、すぐに契約手続きを済ませた。私にとってもタワマンに住めるなんて夢のようだった。その日から引っ越すまでは夢見心地の気分。数週間後、念願かなってタワマンへの引っ越しも終わり、片付けをしていた時のこと、連絡もなく義妹が姪を連れてやってきた。へえ、いいじゃんここ。広いし綺麗。だろ？立地も最高だし、気に入ったか？義妹は私に断りもなく、勝手に家の中を隅々まで見て回る。正直いい気はしなかった。夫は義妹が来ることを事前に知っていたみたいで、そこにもイラッとしてしまう。その日もひとしきり見て回ると、義妹たちは帰っていった。夫も送ってくると言い、その日私が寝ている間に帰ってきたみたいだった。次の日、昼前に起きてきた夫に、義妹の訪問は事前に知らせてほしい旨を伝えようとしたとき、玄関のチャイムが鳴る。上モニターを確認すると、そこにはまたしても義妹が姪を連れて立っていた。私より先に夫が動き、義妹たちを家に招き入れた。やっぱりこの家いいわ。ちょっと家具が私の好みじゃないけど、まあ許容範囲だし。リナも気に入ったよね。義妹の言葉に何のことだかわからないといった様子の3歳の姪が首をかしげていた。かくいう私も何を言っているんだろうと同じように首をかしげる。まあ、設備も最高だし、この高層階からの景色、これから綾香も毎日眺められるぞ。ありがとう。こんなところに住めるなんて、お兄ちゃんすごい。はい。この会話はどういう意味だ？混乱しながらも頭をフル回転させながら考えた。よく見れば床には義妹の大きな手荷物が転がっている。会話の内容と合わせれば導き出せる答えは一つしかなかった。一瞬目の前が暗くなるのを感じつつも、楽しそうに設備の使い方を教えている夫に恐る恐る聞いてみた。まさき、ごめんね。
私ちょっと状況が理解できていないんだけど、どういうことかな？どうも何も、使い方知らないとこれから大変だし、それぐらい考えたらわかるだろ？私に視線を向けることなく、さも当たり前かのように言う夫。私も今回ばかりは引き下がることはできない。そっか、泊まりに来た時知らないと困るもんね。今日は泊まっていくのかな？は？お前何言ってんだ？一緒に住むに決まってんだろ？引きつった笑顔で問いかけた私に、夫は冷ややかな視線を向け、冷たく言い放った。その後ろでは、義妹がニヤニヤとした表情で私を見ていた。私はその事実を受け入れることができず固まってしまった。まもなく再度玄関のチャイムが鳴り、今度は義妹がまるで我が家のように応対した。すると引っ越し業者のようで荷物を次々と運び入れる。それも夫の指示で私の自室にだ。呆然と立ちすぐす私をよそに荷物の搬入はすぐに終わった。ここからだと保育園も近くなる。楽になるから嬉しいな。という義妹と笑顔で荷ほどきを手伝っている夫。私の知らないところで義妹の引っ越し計画を立てていたようだ。はっと我に返った私は徐々に怒りがこみ上げてきた。待って待って、ちょっと待ってよ。いやいやおかしいでしょ？私何も聞いてないんですけど。おかしいのはお前だ。彩香は子育てをしていくんだぞ。一人でかわいそうだと思わないのか？夫も顔を真っ赤にして怒鳴りつけてくる。義妹はともかく、確かに姪のことを考えると心は痛む。だが、それとこれとでは話が違う。お姉さんの部屋は私がもらいます。隣の部屋はリナの部屋にするから。で、もう一つの部屋はお兄ちゃんのでしょ？お姉さんの部屋ないじゃん。おー、大変だ。じゃあ、美晴はリビングで寝るか？でもリビングにいられたら邪魔か？夫と義妹は似たように私の方をちらっと見ながら嘲笑う。私の中でプツンと何かが切れるのを感じた。そこからの私は自分でも驚くほど冷静だった。わかった。もういいわ。私か彩香さんのどっちかが出ていくしかなさそうね。そんなの選択肢にすらならねえよ。俺は彩香とここで暮らす。これは決定事項だ。従えないって言うなら、お前とは離婚だからな。ここさえ手に入れば正直、お前は用済みだ。まさかここまでのシスコンだったとは。私は呆れるとともに、一片の未練もなくなり、愛想も尽きた。じゃあ喜んで離婚するわ。私はこのマンションから出ていくから、手続きは弁護士さんに任せることにします。荷物はまた取りに来るから、その時に鍵は返すわね。まさか私があっさり離婚に応じるなんて思っていなかったんだろう。余裕のあった夫の表情が一瞬焦りの表情に変わった。しかしすぐに鼻を鳴らして言った。ふん。すぐにでも離婚してやるから、さっさと弁護士でも何でも用意しろよ。金がなくなったって、俺にたかってくるんじゃねえぞ。お姉さん、おつー。もうお姉さんじゃなくなるんだったね。まあ最初から家族だなんて思ってなかったけど。夫たちは私を見下したように笑っていた。私はとりあえずさっと貴重品をまとめて家を出た。その日からしばらく経ち、離婚を含めたすべての手続きが弁護士さんのおかげでスムーズに済んだ。次の新居が決まるまで一旦の仮住まいで久々の一人暮らしを謳歌していると元夫からの着信が入った。無視をしても一日中着信が来るので仕方なく出ることに。やっと出た。おい、なんだこれは。収入証明の提出って、
管理会社に提出しろって言われたんだけど。それに、このマンション一括購入したんじゃねえのか？この家賃はなんだよ、高すぎ。よほど焦っているのだろう。ものすごい早口でまくし立てるように言ってくる。そもそもあのタワマンは分譲ではなく賃貸物件。元夫は契約の手続きなどをすべて私に丸投げしていたので、その事実を認識していなかったのだろう。私はその都度夫に報告していたのだが、支払いに関わりたくなかったんだと思う。聞く耳を持たず、とりあえず払っておいてくれ、お前に任せるから、と言って逃げていたのを思い出した。というかたとえ分譲であっても一括で買えるはずがない。私は元夫の考えの甘さに呆れるしかなかった。あのレベルのタワマンが買ったらいくらすると思ってるの？万が一買ってたとして、私から本気でもらえるとでも思ってたの？少し考えたらありえないってことくらいわかるでしょ。それに何回も契約する前に書類見せて、賃貸だから家賃の相談しようとしてたよね。まああなたは払う気ないから聞いてなかったんでしょうけど。夫は何も言い返せずに黙り込んだ。今回の離婚の手続きと一緒に賃貸契約を私名義から元夫名義に変更したまでだ。今更言ってくるってことはどうせろくに確認もせずに手続きに応じたんだろう。道理で何事もなくスムーズに離婚が成立したわけだ。あと、規約はちゃんと見たのよね。あなたの年収だったらそのタワマンから出ていかないといけないでしょうね。ここのタワマンの管理会社は信用の問題で、契約者の収入証明を義務付けていた。年収1000万円以上であることを条件としていたのである。規約により年収が足りない住民は退去しなければいけなかった。皮肉を込めた私の発言に、ついに元夫は怒鳴り始めた。俺の年収でダメなら、お前の方が年収低いんだから無理だろ。お前何言ってんだ？離婚のショックでおかしくなってんのか？言ってなかったけど、私の年収はあなたの3倍はあると思いますよ。今は経営者なので、あなたの浪費癖が治ったら言うつもりだったの。私はサロン経営を始め、軌道に乗ってからは年収1500万ほど。夫は普通のサラリーマンなので年収500万ほどだった。さらっと真実を伝えるとスピーカーにしていたのだろう。元夫だけでなく、元義妹もすごい剣幕で騒ぎ始めた。それならお前が払えよ。お前が契約したんだから最後まで責任持てよ。離婚しても契約者はお前だ。払うのは義務だ。わかったか？そうよ。あんたが払うのは当然よ。私たちを騙してたんだから。身勝手で意味不明なことを言われる。私が呆れて言葉を失っていると無理だと感じ取ったようだ。しかし、今度は手のひらを返したように、あろうことか復縁を要求してきた。よし。わかったわかった。じゃあまたよりを戻してやろう。喜べ。な？そうね。今なら家族として認めてあげるわ。お兄ちゃんに感謝しなさい。どこまでも上から目線のこの二人に、私は毅然とした態度で告げた。無理です。嫌です。絶対にありえません。あなたたちとは今後一切関わりたくありません。これ以上私に接触してくるようであれば、警察に通報しますから。私は即座に電話を切ってブロックした。それ以降連絡が来ることはなかった。2週間後、新聞の折り込みチラシに住んでいたタワマンの部屋が入居者募集で出ていたから、即刻退去を命じられたようだ。住んでいたタワマンは元夫の職場にも近く、時間が不規則な営業マンの元夫のことを思って契約したもの。
退去が決まり、職場の近くで部屋を借りようとしたみたいだが、元夫の職場付近は家賃が高く、さらに元義妹も一緒に暮らすとなると、ワンルームでは狭い。元夫の収入では厳しく、浪費癖のせいで貯金もなかったため、借りられなかったみたいだ。ちなみに財産分与については、俺はこのタワマンに住めればいいから、お前はここの契約したからどうせそんなに貯金残ってないだろ。財産分与は一切なしで。と購入したと思い込んでいた元夫に言われたので、財産分与はしなかった。元夫はもちろん、貯金もほとんど底をついていたようで、マンションの購入などできるはずもない。結局条件に合わず、会社からも保育園からも遠いところで借りたが、激務の仕事で通勤が困難になり退職したらしい。元義妹も保育園が遠くなり、送り迎えが大変になり退園。驚くことが起きたのはその直後。元義妹は浮気されたと言っていたが、実は逆だったようで、親権争いをしていたみたいだ。元義妹の旦那さんとその両親が同居中は実質姪の面倒を見ていたことや収入面なども勘案されたのだろう。親権は元旦那さんに渡り、姪は引き取られることになったようだ。元夫たちは親に泣きついたみたいだが、今回の一件を私と元義妹の旦那さんから伝えていたので縁を切られた。今は就活しながら二人でバイトしていることなど元義両親が教えてくれた。一方私はストレスフリーになれたおかげでますます仕事に身が入るようになった。サロンも順調で事業拡大も予定している。都会に興味を持っていた両親と一緒に住むため、今度はタワマンを購入しようかなと考えている。